こんにちは、書家の清道です。字の練習というと、ひたすら書いて書きまくるというイメージがないでしょうか。確かにそれも一つの方法ですが、今回ご紹介するのは書かない練習方法です。やることは字を見るだけ。そんなことで字が上手くなるわけないだろうと思われるかもしれません。しかし、そう思った方、朗報です。今日の内容、必ずお役に立ちますので、ぜひ最後までご覧ください。見るだけの練習とは何でしょうか。難しい理屈はありません。文字通り見るだけです。とにかく美しい字をたくさん見ること、これにつきます。と言われてもイメージが湧きにくいかもしれません。例えば、絵の鑑賞を想像してください。何かハッとするような好きな絵に出会ったらどうするでしょうか。ぐっと近寄ったり、少し離れてみたり、角度を変えたり、いろんなことをやりながらじっと見つめるでしょう。それと同じことを字の世界でもやっていただきたいと思います。でも、絵と違って字なんかいくら眺めても何にも面白くない。そう感じるかもしれません。何がいいのか悪いのかさっぱりという方も多いでしょう。しかし一つだけ言えるのは、皆さんは少なくとも綺麗な字を書きたいと思っている。その思いがあれば、皆さんの金銭に触れるこれはと思うような字と必ず巡り合えます。書道であれば、古典と言われるものから現代に至るまで鑑賞に値する名筆が数多くあります。ペン字はぐっと時代が新しくなりますが、惚れ惚れするような美しい文字は数多くあります。そうしたものを絵を鑑賞するような気分で眺めてみましょう。その回数を重ねるごとに、だんだんと皆さんの中に美しい字とはどういうものか、自分なりの基準が生まれてきます。それが目習いと言われるものです。まさに見て学ぶことで、書道に限らず何かの技を習得する際の重要なステップとされています。目習いのポイントは、本当に良いものを見ること、繰り返したくさん見ることです。見極める力そのものを職業にしている方、宝石や骨董品の鑑定人の方は、それこそ数限りなく本物を見ることで一流の目利きになっていくそうです。私たちも字の目利きを目指しましょう。そうすれば、優れた字とそうでない字、手本にすべき字とそうでない字の違いが分かってきます。そう言うと、いやいや、書道の先生じゃあるまいし、素人の私には無理という声も聞こえてきます。大きな誤解です。皆さんはすでに素人ではありません。皆さん字を書き始めたのは幼稚園、保育園の頃でしょうか。それから何年経つでしょう。中学生であってもすでに文字歴10年です。それだけ長い年数続けているものはそうそうありません。皆さんは間違いなく字のエキスパートです。その証拠に、皆さんは誰かの字を見て、この字はうまいとか下手とか感じることができるのではないでしょうか。当たり前に思えるかもしれませんが、それは経験があるからできることです。例えば、生け花を習っていない人、まさに私がそうですが、生け花の良し悪しは私にはよくわかりません。それがわかるには経験が必要です。また、同じ見るだけの行為でも、経験者とそうでない方はだいぶ内容が違ってきます。再び絵に例えると、絵を実際に描いたことがある方は、優れた絵を見て素直に感動すると同時に、いろいろ観察していると思います。構図、色使い、筆のタッチ、あるいはその絵に秘められたメッセージとか、素人には見えない様々なものが見えています。私たちには字の経験があります。字を見て綺麗だと思うだけではなく、もう一歩踏み込んで観察ができる、少なくともその素地があります。これは他の習い事にはない圧倒的なアドバンテージです。文字については
レベル0ではない、すでに一段高いレベルにいることをご理解ください。あとは良いものをたくさん見て、レベルを高めていくだけです。では、目が超えることと字を実際にうまく書くことはどこかでつながっているのでしょうか？答えはイエスです。再びそんなことはないだろうという大合唱が聞こえてきます。見るのと書くのは全く別物だろうと。それを裏付けるかのような眼光主定という言葉があります。目が超えていて他人のものをあれこれ批判できても自分自身はそれをやる能力がないといったネガティブな意味合いで使われます。まさに見るのとやるのは別というわけです。しかしです。他の世界はわかりませんが、こと字に関して言えば、目が超えていることは字をうまく書くための極めて重要な要素です。なぜでしょうか？チャンネルの最強の練習方法をご覧になった方は、もうピンと来られたかもしれません。私たちが字を書くとき、必ず2つのステップで書いています。第1ステップで、これから書こうとする字のイメージを頭に思い描く。そして第2ステップで描いたものを紙の上に再現する。まずイメージしてそれを紙に写す。それが字を書くという行為です。書こうとするもののイメージがなければ何も始まりません。そしてそのイメージがどんなものかで書く字が決まってきます。まずい字しかイメージできなければどうやってもまずい字しか書けません。イメージ以上のものは絶対に書けません。先ほどの眼光指定で言えば、眼力は高いけれども字は下手という状態はあっても、その逆、眼力は低いが字は上手というのは絶対にありません。目のレベル以上には決してうまく書けないのです。言い方を変えると、うまくなりたければ見る力を上げるのが絶対条件です。見る力を養うこと、その点をもっともっと重視しましょう。では実際どんな字を見れば目が超えてくるのでしょうか。自分がこれだと思う字、惚れた字であれば何でもいいよと言いたいところですが、一つだけ注意があります。いわゆる芸術的な作品は対象になりません。展覧会とかに出てくるこういうものです。誤解を恐れず申し上げれば、これらは字を題材にしたデザインです。芸術性があるとかないとかの話は別として、いずれにしても今回の対象にはなりません。何万回眺めても字がうまくならないからです。目的が違います。今回マスターしたいのはデザインされた字ではなく、あくまで正攻法で書かれた字です。もし私が一つだけ選べと言われれば、こちら。応用順、9世紀冷戦の銘です。楷書の手本中の手本です。手本だと思うと気が重くなるかもしれませんので、気楽に眺めてみてください。端正でありながら力強い。その凛とした迫力を感じていただけるのではないでしょうか。何文字か拡大してみます。先ほど芸術的な字は対象にならないと言いました。しかし正攻法を極めたこうした字こそ本当の意味での芸術ではないかと思います。ちょっとだけ横道にそれますが、よく習字と書道の違いの解説で、正しく整った字を学ぶのが習字、あるいは書写。自分の個性を出した芸術が書道という分類がなされています。言い方は人によって多少違いますが、おおむねこの内容です。この分類、私はよく理解できていません。この区分けでいくと、古典と呼ばれる字は書道ではなく習字なのでしょうか。応用順の字を見れば、もはやそんな分類はどうでもよくなります。話を戻します。繰り返し見てイメージを焼き付けるなら、楷書をお勧めします。応用順でなくても構いません。楷書はご存知の通り、書くのが一番難しい書体です。堅牢な
建築物を思わせる楷書は一点一画おろそかにできません。書き手の実力が恐ろしいほど現れます。人の実力を知るには普通に楷書を書いてもらうのが一番です。その一番難しい楷書を繰り返し見て自分の中にすり込むことができれば字は確実にレベルアップします。では最後に字を見るときのポイントをお伝えします。何も考えずに眺めているだけでも効果ありますが、よりイメージのすり込みを図るなら、これからお伝えするような視点で観察してみてください。まず、全体の形はどうか。正方形、三角形、ひし形、その他様々です。次、字の中心はどこか。中心からずれている部分はどこか。線の長短。どの線が一番長いか。短いのはどれか。多彩。太いのはどこか。細いのはどこか。各パーツのバランスはどうか。辺、作り、冠、足、どのようなバランスになっているか。言い出せばキリがありませんが、ざっくりこうしたところを意識するだけでイメージの定着が図れます。さらに進めば目に見えない筆の流れやリズムも感じ取れるようになってきます。目習いの進化です。まとめます。見ることは非常に重要な練習です。とにかく美しい字をたくさん見ること。いわゆる目習い。これが全てのエッセンスです。目習いを重ねることで目が肥えてきます。肥えた分だけ確実にレベルアップできます。逆に目が肥えずに字が上手くなることはありません。見るのはこれはと思う字がなければ正攻法で書かれた楷書がおすすめです。応用順は一押しです。字の形や強弱を意識してイメージの定着を図りましょう。今回は以上です。見る練習、強くお勧めします。早速今日から実践してみてください。